こんにちは、アリアです。前回は、マチュピチュの歴史とインカ文明がどのように自然と調和しながら世界観を築いたのかをお伝えしました。今回は、その続きとして、マチュピチュが魂の記憶を揺さぶる場所と言われる理由を、もう一つ、深い視点から見ていきたいと思います。まず、なぜあの場所で涙が出るほどの感情を体験する人々が多いのでしょうか。それは、マチュピチュが記憶を呼び起こす場所と言われることが関係しているのかもしれません。ここで言う記憶とは、頭で覚えている過去の記憶ではなく、魂がずっと持ち続けている深い層の記憶です。私たちは生まれる前にいくつもの経験を重ねていますが、その大部分は普段の生活では表面に出てきません。ですが、特定の場所に立つと、その記憶が表に浮かび上がってくることがあります。マチュピチュは、その代表的な場所の一つなのです。その理由として、よく挙げられるのが、マチュピチュが次元の膜が薄い場所であるという点です。次元の膜とは、物質世界と意識世界を隔てている見えない層のことです。普段の生活では、この膜がしっかりとしているため、私たちは自分の五感を中心に世界を認識しています。しかし、膜が薄い場所では、心が静かになったり、内側の感覚が鮮明になったり、魂の記憶がふと浮かび上がりやすくなります。マチュピチュに立つと、なぜか胸の奥が静まり、思考のざわめきが消える。これは次元の膜が緩むことで、内側の感覚が開いていくからです。では、マチュピチュはなぜそのような場所になったのでしょうか。その答えは地球の磁場と自然の配置、そして古代の糸が重なったことにあります。まず、マチュピチュが位置するアンデス山脈は地球のエネルギーが大きく動く背骨のラインにあたります。このラインは地球のレイラインの一部で、エネルギーが集中する場所がいくつも存在しています。マチュピチュはその交点にあり、大地のエネルギーが渦を巻くように流れる得意点です。この磁場の薄さと流動性が人の意識が変わりやすい環境を作っています。さらに、マチュピチュの建築そのものが意識を開くための調律装置になっています。石の配置、建物の角度、光の入り方、空と大地の比率。そのすべてが意識を鎮め、魂の層にアクセスしやすい状態を生み出すよう設計されています。これは、インカ文明の神官たちが意識の仕組みを深いレベルで理解していた証拠でもあります。瞑想のための場、天と地を結ぶ場、エネルギーを整える場。マチュピチュは、そのすべてを兼ね備えています。そしてもう一つ、語られることの多い視点があります。それは、マチュピチュには、レムリアの記憶が残っているという話です。レムリアは、遥か昔、太平洋に存在したとされる文明で、精神性に優れ、自然と調和した生活をしていたと言われています。レムリアの末裔の一部は、大陸の沈没とともに、太平洋から移動し、アンデス山脈へと渡ったという伝承があります。インカ文明の精神性と建築思想を見ると、その影響を感じさせるものが多く残っています。特に、レムリアの象徴でもある、静謐な意識や調和の文化は、マチュピチュの空間で強く感じられます。訪れた人が口にする、懐かしさや涙が出るような安心感は、レムリアの記憶が揺れ動く時に現れる感覚にとてもよく似ています。さらに、マチュピチュでは時間の感覚が変わると言われています。5分が一瞬に感じたり、逆に長く感じたりする。これは磁場が薄い場所で起きる現象で、意識が過去と現在、未来を同時に感じ取りやすくなるためです。そのため、魂の記憶が自然と浮かび上がることがあります。言葉にならない涙、懐かしさ、胸の痛み、静かな喜び。これは、
石や地形が持つ固有の振動が人の心の奥にある波動を整えてくれるからです。大地そのものが深い癒しの力を持ち、都市全体がその力を増幅するように設計されています。インカの神官たちは、こうした自然と石の共鳴を理解し、それを意識の変容に使っていたのかもしれません。だからこそ、マチュピチュは単なる遺跡ではなく、今も生きた意識の場として機能しているのです。また、マチュピチュを語る上で欠かせないのが、この都市が単独で存在しているわけではないという点です。マチュピチュは四方を取り囲む巨大な山々によって守られた都市です。特に、ワイナピチュ、プトゥクシ、サルカンタイの3つの山は、インカ文明において、アプと呼ばれる聖なる存在でした。インカでは、山そのものに意識が宿ると考えられ、信念は星ではなく、山に向けて建てられることも珍しくありません。つまり、マチュピチュは都市であると同時に、山々との対話の場でもあったのです。この山々の配置を天体と重ね合わせると、驚くべきことがわかります。ワイナピチュは若い男性性、サルカンタイは古い男性性、そしてプトゥクシは女性性を象徴しているとされ、3つは天界の秩序を反映する三角形を描きます。都市はその三角形の中心、つまり男性性と女性性の統合点に配置されています。これはインカ文明が意識のバランスを都市計画に組み込んでいた証です。この構造によって都市全体が一つのエネルギーの器として働き、訪れた人の意識を整える仕組みができているのです。そして、マチュピチュの核心とも言える場所があります。それがインティワタナと呼ばれる太陽の杭です。これは大きな石で作られた天文観測装置ですが、インカにとってはもっと神聖なものでした。インカの言葉で、インティは太陽、ワタナはつなぎ止めるという意味があります。つまり、インティワタナとは太陽をつなぎ止める石という意味になります。冬至の日、太陽が最も遠ざかる瞬間に、光がその石に正確に当たるように設計されており、太陽が地球から離れすぎないよう祈りと儀式を行う場所でした。これは科学ではなく、時間と意識を扱う古代の技術でした。スピリチュアルな視点では、インティワタナは時間を固定する装置とも語られています。時間とは本来意識が見る方向によって伸び縮みするものです。考え事をしていると数分が早く過ぎたり、落ち込んでいると何時間も長く感じたりするように、時間は一定ではありません。インティワタナはこの揺らぎやすい時間を特定の瞬間だけ安定させるための石でもあったと言われています。そのため、インティワタナの周囲では未来のビジョンを見る、あるいは過去の記憶が鮮明になるといった体験がよく語られます。さらに、マチュピチュは地球グリッドの要という説があります。地球には古代から世界中の聖地を結ぶようなエネルギーの網目が存在すると言われています。ギザのピラミッド、イースター島、セドナ、富士山、ストーンヘンジ。これらの多くが地球の主要なレイライン上に並んでおり、その中でもマチュピチュは南米の中枢点に位置しています。つまり、マチュピチュは地球全体のエネルギーが流れるネットワークの一部であり、そのハブとして働き続けているのです。このグリッドは地球の意識が変わるときに同時に動き出します。例えば、文明の転換期、価値観の切り替わり、意識の覚醒が世界的に起きるタイミング。そうした時期には、マチュピチュや他の聖地が強く光るように感じられることがあります。これは地球全体の振動が変化することでグリッドが再起動するからだと言われています。今世界中でスピリチュアルな目覚めが進んでいるように見えるのもこの地球の変化と深く関わっているのです。
さらに興味深いのは、マチュピチュの都市構造自体が意識の地図になっているという点です。低い場所には農業や生活に関わる区域が置かれ、徐々に高い場所に進むにつれて、儀式場や天文台が配置されています。これは意識が肉体から精神へ、精神から魂へと上がっていくプロセスをそのまま都市に移し取ったものだと言われています。つまり、都市の中を歩くこと自体が意識を上昇させる旅になっているのです。実際、都市を歩いていくと、景色が開けていくたびに、胸の奥が軽くなるような感覚が生まれます。これは、都市構造による意識誘導であり、インカ文明がどれほど意識に精通していたかを示しています。また、インカにはシャーマン文化があり、人々は風の声や大地のうなりを聞いて生活していました。風向きが変わる時期、大地が静まる瞬間、星の動き。彼らはその全てを読み取り、儀式によって自然とつながり直していました。マチュピチュではこうしたシャーマン的な感覚が今も残っていると言われています。インカの死生観もマチュピチュが特別な場所である理由の一つです。インカの人々は死を終わりだとは考えていませんでした。むしろ魂がより自由になり、山や星の一部になると信じていました。そのため、マチュピチュには魂が山に帰るための通路のような土地がいくつも存在します。都市の端に立つと、急に風が強く吹き抜け、胸がすっと軽くなることがあります。これは、魂が帰る方向を示すエネルギーと一致した瞬間だと言われています。最後に、マチュピチュが現代の私たちにとって何を示しているのかという視点をお話ししたいと思います。それは、地球の中でも特に意識の振動が変わりやすい場所として、今も働き続けているということです。人類の意識が一つ段階を進めるとき、地球の特定の地点が先に周波数を変えることがあります。マチュピチュはその一つだと言われています。自然と深く共鳴する力、心を静けさへと戻す力。そして、私たちの内側に眠る本来の感覚を思い出させる力。これらは、これからの地球にとって欠かせないエネルギーです。外側の情報が溢れ、心が落ち着かなくなりやすい、今だからこそ、マチュピチュは内側へ戻るための道筋を照らしてくれているのかもしれません。古代の遺跡でありながら、未来の私たちへの地図。マチュピチュとは、そんな場所なのだと思います。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。